今回は、各種デーモンハンドについて、独断と偏見で集めてみました。デーモンハンドといえばデュエマを代表するシールドトリガー。そんなカードも時代とともに進化してきたのです。今回はそんなデーモンハンドの歴史を紐解いていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まずは初代デーモンハンドの解説をしていきましょう。コスト6の闇のシールドトリガーで、相手を1体破壊するカード。コストやパワーの指定がないのが非常に強力な1枚で、今でも状況によっては採用されることもある1枚です。さて、初代デーモンハンドに関しては特段言うこともないので、ここらで小話を一つさせていただきましょう。デュエルマスターズには太鼓に使われた言語の一種として、架空の文字である禁断文字が存在しています。この禁断文字は禁断系のカードに使われるのはもちろん、最近ではボルゼオス・バラモルドのシークレットにも、この文字が使われていると話題になりました。さてそんな禁断文字ですが、デーモンハンドにも、禁断文字で書かれたバージョンが存在するのをご存知ですか？このバージョンはカード名や能力が全て禁断文字で書かれており、かつ禁断文字はアルファベットに対応しているため、解読できたとしても英語力が求められる形になります。さてそんな禁断文字版デーモンハンドですが、同じカードなのに通常版のデーモンハンドより強いのです。それはなぜか、お分かりですか？その答えは、このカードの存在にあります。マキシマムザ陽君、暴天覚醒マキシマム神羅万象です。このカードはマキシマムザホルモンさんとのコラボカードで、を徹底的に排除しようとするカードになっています。そして効果ですが、相手は、がつく呪文を使えなくなります。ここで通常版デーモンハンドだと名前に、がつくので、シールドトリガーとして使おうにも使えなくなってしまいますが、禁断文字版デーモンハンドは、がつかないので、ルール上マキシマムザ陽君の効果には引っかからないのです。基本的にマキシマムザ陽君が環境で使われることはないので、正直お好みのバージョンを使っても良いかと思いますが、それでも競技シーンでデーモンハンドを使う際は、禁断文字版のデーモンハンドを使うのが良いでしょう。続いて紹介するのはデビルハンド。コストは7と、デーモンハンドより1重いですが、その分破壊だけでなく、3枚墓地肥やしをする効果もあります。この効果は地味に強力で、墓地利用系のデッキだと特に、相手の攻撃のカウンターにデビルハンドを発動し、次のターンに溜めた墓地で動きを強化することができるのです。最近だとデビルハンドと同じ効果を持った呪文、プラチナハッキングが、強力なクリーチャーのツインパクトとして実装されています。こちらは多色である点やクリーチャーである点などから、デビルハンドの完全上位互換とまでは言えませんが、それでも選択肢の幅が増えるのは非常にいいことです。もし採用を検討する際はプラチナハッキングも念頭に置いておきましょう。続いて紹介するのは阿弥陀ハンド。こちらはコストが3と非常に軽くなった代わりに、破壊する際にシールドを1枚墓地送りにしなければいけません。とはいえ、3コストで相手のクリーチャーを退かせるのは、今のデュエルマスターズでも十分通用するくらいのスペックです。シールドを墓地に送る効果も、デッキによっては墓地肥やしになり、さらに今のデュエルマスターズは基本的に一斉攻撃で決めきるので、実はシールド1枚程度なら大差なかったりするのです。なのでこのカードは実質コストが半分のデーモンハンドとして、環境で活躍が見込まれているカードの1枚になっています。続いて紹介するのはデーモンハンドのツインパクト版です。上面のクリーチャーはマッドデーモン閣下といい、場に出た時かハンドとつく呪文を唱えた時に、墓地からクリーチャーを回収することができます。仮面の呪文であるデーモンハンドとも相性が非常に良く、リソース稼ぎと除去を同時にできるコンボとして有名です。さてそんなマッドデーモン閣下ですが、一時期は単色のツインパクトカードであることに目をつけられ、バラギアラループというデッキのエンジンとして活躍していました。このバラギアラループですが、文字に起こすと非常に長くなるので、気になった方はぜひ対戦動画などをご確認ください。続いて紹介するのはクリーチャー版デーモンハンドことデスハンズ。このカードは非常にシンプルで、コストが1上がった代わりに、デーモンハンドの効果をそのまま引き継いだクリーチャーです。呪文が無効化されている状況下でも場に出して仕事ができ、なおかつ開始のターンに攻撃に参加できるなど、様々な面で呪文版のデーモンハンドに勝っています。基本的に今の環境ではデスハンズの方が強いと言えますが、マッドデーモン閣下のように呪文版ならではの強さもあるので、環境と自分のデッキに応じて使い分けていくのがいいでしょう。次に紹介するのは地獄門デスゲート。
こちらも非常に強力なカードの1枚として使用されており、長らくデーモンハンドのライバル的存在とされていました。その効果ですが、コスト6かつシールドトリガーで、相手のアンタップクリーチャーを1体破壊した上で、そのクリーチャー以下のコストを持つクリーチャーを1体、自分の墓地からバトルゾーンに出すことができる能力です。こちらも除去と展開を同時にできる強力なカードになっていて、タップされているクリーチャーを破壊することはできないにしても、基本的にトリガーではアンタップクリーチャーを破壊するので、デーモンハンドとの差もあまり大きく埋まりません。しかもこちらは展開も可能な代物になっているので、かなり強力な1枚となっています。こちらも今でも採用可能なカードなので、自分のデッキとの相性を見て採用を検討してみてください。続いて紹介するのはゼロハンド。こちらはコスト6でシールドトリガーがない代わりに、侵略ゼロという少し変わった能力を有しているカードです。侵略ゼロの効果は、相手のターン終了時に相手がそのターン、いわゆるコスト踏み倒しを行っていた場合発動でき、こちらも侵略ゼロを持つカードをコスト0で使えるのです。つまりこのゼロハンドは、相手が攻撃していなくても使える、拡張性の上がったデーモンハンドというわけです。今のデュエルマスターズでコスト踏み倒しをしないのは、逆に珍しいという状況に陥っているため、基本的に腐ることは少ないカードになっています。ですが、発動タイミングが完全に相手依存であり、なおかつ相手の攻撃を防ぐことができるカードでもないため、そういった意味ではデーモンハンドの方が強力と言えます。どちらを使うかはあなたのデッキビルド能力の見せ所です。続いて紹介するのはスーパーデーモンハンドです。このカードは普通のデーモンハンドよりにコスト重く、その代わりにかなり大きなアドバンテージを獲得できます。そのアドバンテージというのは、相手のクリーチャーを破壊して、そのクリーチャーのコストと同じ枚数墓地を肥やせるというもの。相手が高コストのクリーチャーで攻撃してきた際に、シールドトリガーとしてこのカードがめくれると、相手のクリーチャーを除去しながら大量の打点を稼げます。このカードと相性のいいデッキはカリアドネループ。墓地が実質マナであり手札でもあるこのデッキとの相性は凄まじく、環境でも一定の活躍を見せた超強力な一枚です。コストの重いクリーチャーも、革命チェンジや侵略など、みんなが様々な方法でバトルゾーンに不法侵入してくれるおかげで、大量の墓地を肥やすことができるのです。ただ一つ注意点があって、この墓地肥やし効果は強制効果です。つまり何が言いたいかというと、ゲームエンペラーを破壊したら、無限の枚数墓地にカードを送ってそのまま自分が墓地に行きます。ループで相手の山札を削り取るデッキのはずが、気づいたら自分の山札がなくなっているとはなんとも皮肉ですね。次に紹介するのは蓄積されたハンド。このカードはコスト6のシールドトリガー持ち呪文で、唱えた時に相手のクリーチャーを1体破壊した後、墓地の蓄積されたハンドの数だけ追加で破壊を行います。その名の通り、墓地にハンドが蓄積するたびに強くなる呪文なのです。最大時にはシールドトリガーから4体破壊という、とても6コストとは思えないような性能のカードに変貌します。墓地に1枚もなかったとしても、最低限デーモンハンドにはなり、何にも仕事しないという事態には陥りません。その優秀さも含めて、強力な1枚と言えるでしょう。最後に紹介するのはフューチャーハンド。これはハンド系呪文の中でも特に曰く付きの1枚となっています。コストはデーモンハンドより1重い7となっていますが、その代わり2つある効果のうち1つを選んで使えます。その効果ですが、1つは相手のクリーチャーを1体破壊すること、そしてもう1つは相手のデュエリストを1つ破壊することです。このデュエリスト破壊に関する効果ですが、未だに謎が多く、ルールがどうなっているのか議論が起きやすいです。このカードの効果で相手を破壊した場合、相手はどこに行くのか、天国もしくは地獄のデュエリストは墓地蘇生などで対象にできるのか、デュエリストが破壊されたら俺進化のエゴイストはどうなるのか、デュエマで人を破壊した場合何罪が成立するのか、などなど、このカードの効果についての論争は日夜行われており、それに比例してチャーハンの消費量も上がっているとのことです。今回は、サムネにもなっているデモハンの歴史をテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。